本日はこちらです。じゃーん。柔らかいです。これはもしかしたらいきなり金が取れるのかもしれません。試金石に削ってみます。金の可能性が非常に高いです。見てください。綺麗ですね。ヤフオクの、ジャンクのアクセサリー、果たしてこの中に金や金、宝石などが入っているのか、それともただのガラクタなのか、今日も何が出てくるんでしょうか。一つ一つ丁寧に検証、発掘していきたいと思います。はい、また出ました。ジャンク山から出てきたアクセサリーです。こちらをですね、本日も発掘していきたいと思います。では、早速ですね、測りで重さを測っていきます。はい、全部で 656g です。では、まずは一発目、何が出るんでしょうか。じゃーん。はい、このパワーストーンみたいなブレスレットが出てきました。では、拡大して見てみましょう。はい、ご覧ください。こちらこんな感じの緑色の、石がついた、ブレスレットです。で、合間にですね、このなんかよくわかんない黒っぽい玉がついてます。で、緑色の石は拡大するとこんな感じで、なんでしょうね、内包物のようなものが見られます。こちら、なんでしょう、アベンチュリンとかそういうやつなんですかね、ちょっとわかんないんですが、はい、そんな感じの、パーソンみたいなブレスレットでした。では次行ってみます。次、またこんなの出てきました。今度はちょっと玉が大きいです。これも見ていきましょう。これは持った感じすごい軽いんですけども、多分何かしらの木でできてるんだと思います。はい、黒炭なんでしょうか、何なんでしょうか、わかんないんですけれども、こんな感じの、黒い玉です。でこれビューッと拡大すると、もうこれおそらく木目だと思うんですよね、この、小さなシワシワってなってるのが。なのでこちら多分木でできてるのかなという、こんな感じのブレスレットです。では次行ってみます。次は何かな。出てきた。これは何でしょう。じゃーん。はい、こんな感じの、綺麗なですね、ネックレスです。どうでしょう。まずはルーペで見てみます。なんでしょうね、すごい綺麗ですね。過去の動画に出てきた琥珀っぽいやつに似てるんですけれども、ただこれ内包物がですね、ほとんど、見られません。というか全然ないですね。こんな感じの、いい色をしてますね。琥珀っぽい色なんですけれども、内包物はないです。はい、色もこんな感じで、濃い色から薄い色まであるんですが、どうでしょうか。こんな感じで、透明感があるので、ちょっと琥珀っぽい感じはしないんですけど、でもそんな感じの綺麗なね、こういうネックレスです。はい、こんな感じの、ネックレスでした。では次行ってみます。次は何か、どうしようかな。これが今のとちょっと雰囲気似てます。はい、見てください。こんな、なんか玉みたいな感じで加工されてますね。ちょっとね、なんかガラスみたいなこの硬さを感じますね。触った時のこの熱の伝わり方もさっきのこれと全然違います。こっちはもっと軽くて、なんていうんですかね、あんまり、熱の伝わり方がゆっくりな気がするんですけれども、これはもうガラスとかどちらかっていうと石とかにも似てますね。
硬い印象です。では拡大して見てみましょう。はい、こんな感じでさっきと違って内包物らしきものが確認できます。拡大をもっとギューッとしていくと、この丸い玉はなんか気泡みたいですよね。他にもあるか。ここにもありますね。ここに一つ、小さいのあります。でずーっと隣も行って、ここもなんか内包物と一緒に気泡みたいなものが確認できます。この石っぽい感じと、この内包物、特にこの丸いやつですね。これ気泡っぽいですよね。ほら、これもはっきりしますね。ちょっとこの辺流れたような色の跡もありますし、これは何なのかなと思っては見るんですけども、ちょっとわかんないですね。ただ、今みたいな内包物の特徴が、かなり出てますので、なんか色をついたガラス製品なんじゃないかなと思われます。こんな感じです。ちょっとわかんないです。金具はね、結構古いやつですね。このネジでくるくるって留めるやつなんで、古いやつです。もう色も変わっちゃってます。では次行ってみます。次どうしようかな。次は、じゃあまたこれいうパワーストーンみたいなブレスレットまた出てきました。今度はね、玉がちっちゃいです。これはね、なんか天然石っぽいですね。虎名石みたいなのがついてます。では、拡大してみてみましょう。はい、こんな感じです。透明な石と、あと、こちらですね、独特な、キャッツアイ効果みたいなのがここで見ることができます。はい、この繊維状の構造も拡大するとわかるので、虎名石とかなのかなと思われるんですが、どうですかね、クリソベリルとか、そういう風に鑑別を取ったら出るんでしょうか。ちょっとわかんないんですけれども、ここに透明なクォーツっぽいやつに中になんか入ってるのも、あります。どうなんでしょうか。なんかトラメ石っぽいやつです。はい、こんな感じの、パワーストーンみたいなブレスレット出てきました。次行ってみます。次。じゃーん。これもそっくりなんで、これもじゃーん。で、これもなんか似てるの一気にいっちゃいますね。じゃーん、じゃーん、じゃーん。はい。こちらです。これもね、たびたび出てるんで、見た感じでわかるんですけど、多分貝ですね。ここだけ、このね、黄色い部分ですね。これは貝じゃないっぽい。木みたいなやつかもしれない。だけど、ここは明らかにね、貝殻なんですよね。見た感じが。なので、こういう海の土産みたいなやつです。はい、拡大してみてみましょう。こういうね、一つ一つ全部素材感違います。で、こっちはもう貝殻の表側なのかな、模様が強く出ています。そしてこの紫のね、巻き貝っぽいやつとか、白っぽいやつとか、そういったね、海のお土産みたいなやつが、1、2、3、4、4つあります。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。じゃあ指輪。じゃーん、こんな感じの、ちょっと大きめの指輪を発見しました。親指でね、こんな感じで、ついちゃうやつですね。サイズ感はどうでしょうか。じゃーん、これゲージ棒です。で、こんな感じで取ってみると、すごい。26号、25号ぐらいですね、ありますね。そんな大きな指輪なんですけれども、素材は何でできているのか。これはですね、刻印とかは見当たりません。で、こんな感じのなんか溝が彫ってあって、形というか色とかもね、金白色でちょっと硬そうなイメージです。なので、じゃあネオジム磁石にくっつくからやってみます。鉄かなと思ったんですけどね。
ついちゃいましたね、思いっきり。はい、こんな感じで磁石ついちゃうやつです。刻印ないんですけれども、ステンレスジュエリーみたいなやつなんですが、まあそういう磁石つく鉄っぽいやつですね。よく見ると、ここなんか車のホイールのリムみたいになってますね。この加工がですね、溝になってて。まあそういったお品物でした。はい、こんな感じです。次行ってみます。次はどうしようかな。こっちの方がトラメイシですね。全然違うわ、よく考えてみたら。これ、見てください。こんな感じで、さっき出たのがこの、茶色が薄い方ですね。で、こっちが今見つけたやつで、これがトラメイシです。なので、こっちね、多分クリソベリルかなんかだと思いますね。こうやって見比べると全然違う。まあ仲間なんですけどね、繊維状の構造とか似てるので。で、こんな風になってて、ではちょっと拡大してみてみましょう。はい。こちらですね、この色の薄い方がさっきね、見たやつです。で、もう一個今出てきたのがこれ。茶褐色がね、こっちの方がずーっと濃いんですよね。まあ、染色したのか何なのかはちょっとわかんないんですけれども、いわゆる、トラメイシ、それからタイガーアイって呼ばれるのはこっちの方だと思います。はい。そんな感じのパワーストーンみたいなブレスレットでした。はい、今日いっぱいあります。次行ってみましょう。次。じゃーん、じゃーん、じゃん。ちょっとね、ブレスレット、もう一個出てきた同じの。さっきなんか出てきたこの黒いの出てきましたね。さっきもここにあるやつです。そっくりです。木でできたやつだと思われます。では次行ってみます。次はじゃあどうしようかな。これ、すごい綺麗な、なんか破片みたいなんですけれども、ペンダントトップ状に加工されているものです。素材を示す刻印はありません。金色のパーツなんですけれども、特に何も書いてないんですが、この石の方は多分天然石だと思われます。こんな感じの独特な模様をしてます。で、ここにね、なんか別の結晶がね、出てるところ見えるんですよ。これ結構ね、不思議なものに見えますね。ほら、この母岩なのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、この目のっぽいね、縞目のっぽいところから、このちっちゃいね、このパイライトみたいなのが、黒いやつが出てたりとか、あとここですね、この赤茶の、これも、ジャスパーとかそんなやつなんですかね。これが出てます。で、さらにですね、ここに緑色の綺麗なね、半透明の結晶みたいなのが見えるんですよね。これも何なんですかね。ちょっと気になるやつなんですけれども、こんな感じで、不思議な構造になってます。これが何なのか、結晶が成長してできたものなのか、それとも、こういうね、隙間になんか、加工して作るんですかね。ちょっとこの辺よくわかんないんですけど、こういう不思議な、作りをしています。でこんな感じで、まあ、おなじみのオレンジがかった色ですね。それから白っぽい、この模様ですね。で、あと、ボガンっぽいね、この外側のナチュラルな感じも、この拡大で見れるかな。ちょっと、ここですね、ここです。ここがね、多分ナチュラルっていうか、外側の母岩なのかなっていうような作りをしてますね。これ本当にパッと見、なんだかよくわかんない感じですけど、面白そうなペンダントトップです。はい、そういったお品物でした。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。なんだこれ。はい。目のマークみたいな、ね、模様がついた石がついてます。じゃーん。これブローチですね、ブローチ。はい。こんな感じのブローチです。素材を示すような刻印は、この金具の方にはありません。ですが、このついてる石ですね。目みたいになってるんですけれども、これも目のの一種だと思われます。はい。こんな感じの独特な、模様をしています。とっても綺麗です。で、横からこう、見ますとですね、こちらですね、さっきのね、目の縞模様みたいなのが確認できるので、これも同じようなやつなのかなと思います。はい、そんなブローチでした。次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあ、こんな感じの、さっきのね、目の石と
似たような、この茶褐色というかオレンジみたいな色をしてる指輪状に加工されたものです。はい、こんな感じ。これもね、拡大して見てみましょう。はい、ぎゅーっと拡大すると、ここで島っぽいね、境目みたいなのが見えます。グラデーションっぽくなってるので、これもメノなのかなと思われるんですが、こういう加工品なんで、なんていうんですかね、染色とかなんかそういうんで作ったものなのかなと思われるんですけども、ちょっとその辺細かいところは、でも島になってますね。この結構、10倍ぐらいの拡大で見れる模様があります。そういった、ちょっとよくわかんないんだけども、目のを削り出して作ったのかなと思われるですね、そんな感じのリング、天然石のリングです。では次行ってみましょう。次は、これ。はい、じゃあ、こんな感じのペンダントトップです。紫色のね、石がついていて、なんか、ちょっとね、かすれてて読めないかな。見えるかな。一応ですね、この、缶と呼ばれるトップの裏側に、シルバーっぽい刻印がね、ついてます。なので、それが正しければ、この枠全部ね、銀のはずなんですけれども、ちょっとわかんない感じの品物です。ただ、ここについてる石は、多分アメジストなんじゃないかなと思われます。中にね、結構、内包物たくさん確認できるようなね、ものなんで、こちらですね、幻想的な紫色をしています。はい、光の加減でこうやってギューって拡大すると、この紫のね、色の変わり方がとっても綺麗です。で、中に、こんな感じで、こんな感じでね、内包物たくさん確認できます。はい。そんな感じなんですが、この枠ですね。枠が、この、裏のね、すごい見づらいところに、こんな感じでですね、ちょっとピンと合わせるの難しいな。こちらですね、この奥の方ですね、裏側。非常に見づらいところなんですけれども、中にね、裏側になってて見えないんですけど、シルバーって書いてあるんじゃないかなっていうかすれたようなね、刻印が裏側の見えない部分にあるんですね。だからそんな感じの、ちょっと雑っていうとあれなんですけれども、微妙な、そういう刻印のペンダントトップです。石は綺麗ですね。はい、では次行ってみます。次は、これ、帯留めとかでも見るんですけれども、結構よく見かける似たような、このレリーフのあるね、こういう、貝を彫ってこういう風に加工したものだと思います。裏側はブローチの金具です。はい。こんな感じのやつです。で、拡大してみると、貝のその削り出した、加工品なのかなと思ったんですけれども、実はですね、真ん中に玉が、ついてます。はい、ご覧ください。こちらですね、こんな感じで、とっても綺麗なね、レリーフ、彫ってある、作りなんですけれども、ここにね、こうやって玉がついてるんですね。で、この玉が多分ね、真珠だと思われます。はい、こんな感じで表面ね、拡大してみると、モコモコ感。これは真珠由来の真珠層だと思われます。ね、まっすぐじゃない、平らでもないし、均一でもない。こういうね、模様がついてる玉、真珠だと思われるものがね、ついた、こんなブローチです。貝と真珠、そういったお品物でした。次行ってみましょう。次は、じゃあ、これは、これ、前もこの変な形の玉ね、出てきたことあります。こんな感じの、パーソンみたいなやつです。これはちょっとね、私はガラスみたいななんか焼いたもんなんじゃないかなと思っているんですが、これなんでしょうね。ちょっとわかんないんですけど、これ前も言ったんですけど、なんかね、メルカリとかヤフオクでパワーストーンとかそういうブレスレットとかを検索してみてるときに、天珠って書いてあるやつがなんかいっぱい出てきたりするんですけど、その玉がね、こういっぱいついてるやつですね。
なんか模様は、さっきの、この目の玉に、なんとなくね、この目みたいな感じが似てるんですけれども、こっちはその天然でこれが出たんじゃなくて、こういうデザインのお品なんじゃないかなと思われるんですが、ちょっとなんでしょうね、ガラス細工の仲間なんですかね。こうやって見ると綺麗です。はい。なんていう樽というか葉巻というか、そういう形をしたものにこんな感じの模様がついている、こういう、ブレスレット、パストみたいなやつでした。では次行ってみましょう。次は、すごいキラキラです。また、このキラキラ石、毎回ね、この黒いキラキラ石が何かしら入ってたりするんですよね。これでもいつものよりすごいちっちゃいです、玉が。実際これが、何なんですかね。スピネルのちっこい玉なのか、オニキスなのか、それともカットガラスなのか、これはもう全然わかんないんですけれども、これ、どうだろうな、素材を示す刻印は、はい、このクラスプパーツには特に刻印ないですね。黒い石と黒い石の間にちょっと金具がついてたり、透明感のある石がついてるんですけれども、これも何かはわかんないですね。では、拡大して見てみましょう。はい、こんな感じの黒いキラキラ石です。はい、そんな感じの、結構長いですね。長い、キラキラキラってしてるやつでした。では次行ってみます。次は、じゃん。はい。こんな感じの、どうしようかな。はい、こんな感じの指輪でした。緑色のね、なんか、デザインはなんかアンティークっぽいんですけれども、そういうデザインだと思います。この石が、ガラスなのかなんかわかんないですけども、人工的なやつで、銅とか真鍮とかそんな感じの色をしてますね。黒くなって若干、黄色みというか、真鍮なのかなわかんないですけれども、そういう感じの、はい、指輪です。はい、人工的なものがもうついてる感じですね。はい、では次行ってみます。次。はい、指輪つながりで、じゃあこれね、よく見るやつですね。金色のこのでっかいね、指輪。すごい期待したりして、後で、がっかりするやつですね。でも一応見てみましょう。これ。ちょっとね、これまたよくわかんない刻印ついてますね。FFP ってなってるんですけれども、これよくわかんないですね。よくある印台の指輪なんですけど、こんな風によーくわかんないね、刻印がついてます。形はね、本当にオーソドックスな印台の指輪なんですけれども、この謎の刻印がついているということで、重さもなんか中途半端に重い感じはします。ただ、この大ぶりの大きさに対して、この重さが、例えばみんなが期待するような金とかだったとした場合、もっとね、ずしっとするはずなんで、変な刻印もあるんで、この指輪、磁石をね、またつけてみたいと思うんですが、どうでしょうか。じゃん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 。磁石つかないです。なんでしょう、これ。磁石つかないんですよね。磁石がついたらスッキリする方なんですけれども、これは何かわかんないです。ただ、刻印が明らかに、なんかよくわかんないのがついてるのと、あと、最後 P ですね。P 大体プレイテッドから来てると思うんですよね。なので、メッキとか針を示す意味だと思われます。ちょっとね、この、どうだろうな。多分、そういう期待するものじゃなくてメッキだと思います。18K とかまた書かれてたらぶった切っちゃおうかなとかって思ったんですけども、これは明らかにメッキ向けの刻印なんで、これはもうこのままそういったお品物でした。では、次、行ってみましょう。次は、あれなんだろうこれ。不思議な模様が出
できました。ちょっとこれ壊れちゃってますね。ここなんか取れた跡があります。これは何でしょうか。何ですかね。これはもう全然わかんないです。こんな感じの、なんだろうな、なんか練ったような感じもするし、天然由来のように思えなくもない作りですね。この辺なんかも独特な見た目をしています。で、ただですね、金具がちょっと安っぽいというか、こんな感じでちょっと壊れちゃってるのかな、なんか取れちゃったのか、変な金具がついてます。でもここ金色ですね、玉が。ここですね、この端っこに玉がついてるんですけど。これはもしかしたら、金の玉かもしれません。刻印とかは一切何もないんですけれども、過去にね、シルバーのネックレスについてた金の玉が金だったことが本当にあって、その時の感じに似てます、色が。これはちょっと調べた方がいいやつですね。どうしようかな。なんとかして、これを救出。サンプルを取って、確認した方がいいんで、これ切ってバラバラにするのもありなんですけど、ちょっとなるべく切らないように、ここだけ取れれば、柔らかいです。これはもしかしたらいきなり金が取れるのかもしれません。こんな感じでうまく切れればいいんですが、取れた。こんな感じです。ちょっとね、この中空構造って中すげえ空洞なんですよ。だから実際素材すごい薄くて量ないんですけれども、これがプラスチックにメッキをしたものだったり、あと真鍮とかの玉にね、かしめ玉ってこうギュッて潰すやつあるんですけど、ああいうのにメッキをしたものはもっと硬くて中ぎっちり詰まってるんですよね。でもこれはね、不自然なほど薄く作られているんです。これどうしようかな。まずこんな感じで拡大してみましょう。こんなね、簡単にもう潰れちゃったんですけど、これすごい薄いんですよ、不自然なほど。こんな薄く作ったら弱いじゃないですか。でもそこには理由がきっとあるんでしょう。じゃーん。これ、試金石です。古代より伝わりし、人類の英知が詰まっております。これでね、昔からも金の判定を皆さん、人類はやってきたはずなんですね。で、こうやってですね、ちょっと壊れちゃうかな。では、こんな感じで試金石に削ってみます。ぐり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 っと。ちょっとね、いつもより強くやって、万が一メッキにね、熱いやつは相当削らないとわかんない場合もあるので、ギューッとやってみますね。で、思いっきりこう潰れてしまって、削りもかなり深くやりました。なので、厚いメッキってこともね、ないと思うんですよね。ここまで薄いものですし。でこんな感じで、削り跡出ましたね。結構綺麗に乗ってます。色ももういかにも金色という色をしています。では、ここにテスターを、すいません。持ってきていませんでした。ちょっとお待ちください。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。すいませんでした。では、テスターをつけてね、この検査をしてみます。これ多分、金ですね。多分なんですけれども、テスターをつけても、削り跡はご覧の通り消えませんでした。このね、反応は金の可能性が非常に高いです。見てください。綺麗ですね。このテスターをつけても跡が消えない。この消えないっていう素材がもうそもそも少ないんですよね。なので、この色の特徴と、この硬さ、それから、テスターの反応の結果を見る限りですね、どこ行った？あった。よかった。ちっちゃいんでね、すぐなくしちゃうんですけども、この小さな、玉はですね、玉っていうかもう潰れちゃって、
破片になってしまったんですけれども、これは金だと思われます。変なところで発見しましたね。こんな安っぽい変な金具ついてるんですけれども、なんでここに金を使ったのかすごい謎なんですが、なのでこれもう一個ついてるのも回収したいと思います。これもね、ギュッと、もう売りに取るしかないです。はい。はい。一体なんでここに金を使ったのか、本当謎ですね。だったらここの金具ももっといいやつ使えばいいのに、これは何なんですかね。この金具が本当安っぽい感じするんですけど、これが銀とかだったらまだいいんですけどね。刻印もなんもないんで、多分普通のロジウムメッキのなんか、板だと思うんですよね。このパーツも、普通の、でもこれ外国製品に多いやつですね。この丸い、止め方ですね。国産ではこの変な、丸い輪っかにね、こうパチンって止めるやつは、あんまりないんですけれども、あとこの謎の玉ですね。謎が多い不思議なブレスレットなんですが、こんな感じで無事にね、2つ取れました。なので、これを、はい、こちら。これは、焼酎のキャップです。はい、飲めば飲むほどキャップが増えて、仕分けするのに便利ですね。こちら、こんな感じで、わずかですが、これ多分金なので、取っておきます。はい。では、次行ってみましょう。ちょっとやる気が出ましたね。謎の金が取れたので、次行ってみます。どうしよっかな。じゃあこれ行ってみましょう、これ。はい、こんな感じの指輪です。なんか、いい素材かもしれません。よく見てみます。これ、紫色の石はなんか、なんでしょうね。ちょっとわかんないです。内包物とかもなさそうなんですけど、枠の方はですね、刻印ありました。これはね、G シルバーって書いてあります。見づらい刻印なんですけれども、こんな感じで、ここですね。シルバーの刻印の左側に G って多分これ意味だと思うんですよね。見えないんですけど、G シルバーです。G シルバーはシルバーって書いてあるんですけど、多分、金とかは取れないと思うんですよね。ではこんな感じの指輪でした。次行ってみます。次はどうしようかな。じゃあこのパワーストーンみたいなの行ってみましょう。はい、これ1個2個。それから、とりあえずこの3個にしようかな。こんな感じの、はい、じゃーん。パーストーンみたいなブレスレットです。なんとなくですね、ちょっとよくわかんないんですけども、天然石っぽいやつ、ちゃんとついてますね。はい、拡大してみましょう。このね、黒い、キャッツアイ効果があるやつは、多分ね、人工的なやつだと思われるんですが、トラメっぽい繊維状の模様が確認できるんですけれども、この繊維の縦の線ですね、これがもう、全部同じようにまっすぐです。トラメとかクリソベリルの場合は、このまっすぐの中にこうシワシワってなってたりして、ここまで綺麗にはなってないんですよね。なので、こっちはね、多分、人工的なものかなと思われます。で、次、隣。これはね、内包物特徴あります。こんな感じでいろんなね、藻みたいなのが入ってるんですよね。昆布とか藻みたいなのが中にね、入ってるんです。で、あとこの赤いやつね、これもちょっとジャスパーっぽいんですよ。で、あとこの緑なんですかね。これはちょっとわかんないですけども、こういう独特な模様がね、あります。なので、こっちは天然石っぽい。で、この黒いのは、人工っぽいなという印象です。で、あともう一個、これも、こんな感じで拡大してみると、ちょっと白っぽい感じの中にいろいろ入ってるんですよね。で、これもかなり独特な見た目をしています。なので、この辺はもう、天然由来のもので、パーソンみたいなやつだと思います。はい。こんな感じのブレスレットでした。こっちはね、なんとなく違うっぽい。わかんないです。そういったお品物です。では次行ってみます。次はどうしようかな。これ行ってみましょう、これ。じゃーん。この謎の黒い玉のネックレスです。こちらは、はい。素材を示す刻印は、
925って書いてあります。なので、この上のパーツはシルバーっぽいですね、どうやら。ただ、この玉の方が、何なのか黒いね、ゲルマっぽい、なんていうんですかね、健康ブレスレットみたいな、磁石みたいな石がいっぱいついてます。ちなみに磁石つくかな？すごいつきましたね。思いっきりこれついちゃうやつです。はい。中のワイヤーが反応してるのか、それともこの、なんでしょうね、パイライトでもないし、黒い磁石、ヘマタイトみたいな、違うな。磁性がこの石にあるとしたら、なんでしょうね。わかんないですね。そういった磁石っぽいやつですね。もしかしたら中のワイヤーが反応してるだけなのかもしれないんですけれども、ちょっとその辺はわかんないです。で、素材を示す刻印がここですね。引き輪の上にちっちゃくね、925って書いてあります。なのでこれ、シルバーパーツがついたシルバーが取れるかもしれないので、こちら、シルバー用の箱に入れておきます。綿棒の空き箱です。では次行ってみます。次は、じゃーん、お、見てください、これ。綺麗な、若干ですね、青みがかった玉がついている、こんな感じのネックレスです。どうなんでしょうか？真珠なんでしょうか？よく見てみましょう。拡大してみると、こちらですね、クラスプパーツにシルバーの刻印がありました。で、この玉ですね、玉はこんな感じです。どうしようかな。この辺見ると、これ拡大してみます。拡大してみると、ここですね、モコモコってなってます。で、こっちもね、かなり、くぼというか、凹凸ですね、へこみのような凹凸が見えたりとか、あとこの光の加減でいろんなところにね、模様が見られます。で、多分これ真珠だと思います。ただし、この青っぽい色を出すのに、おそらくですね、これ染色したんじゃないかなと思われます。この真珠のね、穴ですね、穴開けられてるところをよく見ると、はい、こんな感じでね、ここね、糸を通して穴、大変綺麗です。こんな感じで綺麗に穴が開いていて、この辺の加工精度は真珠製品の特徴の一つなんですけれども、この穴の周りですね、穴の周りが不自然にですね、青い色がここだけ濃くなってるんですね、周りに対して。ちょっとピント合わせづらいな。難しい。出ましたね、ここ。ご覧ください。この辺ちょっと不自然な色の濃さが出てます。なので、天然の真珠に何かしらの色をつけたものなのかなと思われます。この辺もちゃんと鑑別を取れば、鑑別屋さんの方でその、エンハンスメントって言われる何かしらの改変処理とかトリートメントとか、そんな感じの、ここもそうですね、色全然真ん中だけ色に濃くなってますね。なので、そういった、処理がされた真珠なのかなと思われるお品です。ね、玉は本当に真珠だと思いますので、綺麗なんですけれども、そういう風に処理されたものですよ、という感じがする可能性が高いものです。はい、そんなネックレスでした。次行ってみましょう、次。あれ、これさっきも出てきたやつにちょっと似てるな。これですね、こんな感じのネックレスです。で、昔のぐるぐる回すパーツがついてて、もう色変わっちゃってますね。で、こんな感じの綺麗なね、さっきの琥珀と看板みたいな色の模様がついてるんですが、ここね、こんなはっきりとまん丸のね、気泡が、確認できます。なのでこれガラスとかを焼いたものなんじゃないかなと思われるんですね。ここも大きいのついてますね。すごい大きい気泡が見られます。はい、そんな人工的に作ったお品物だと思います。ただ、焼いたのが昔なんでしょうね。この新しいものでは見かけないようなネジネジパーツがついてます。はい、では次行ってみましょう。じゃあどれにしよう。なんだこれ。なんかすごいの出てきました。これ見てください、これ。うわー、すごいよー、すごいよー。
はい、何でしょうか、これは。ブローチのパーツがついてるんですが、金具には特に、これなんかすごいもったいないですね。ここちょっと欠けちゃってますね。ここ。壊れちゃったんですね。これ、なんとなくね、べっこっぽいんですよ。素材の感じが。べっこっぽくて、このレリーフもかなり綺麗なやつですね、細かくて。だけど、端っこちょびっと欠けちゃってるんですよね。そういった現状品というか、壊れちゃってるんですけど、気づきづらいですけどね、この構造的に。ここがね、明らかに破断したような、のが見られます。で、このレリーフの溝のところの白っぽくなってるところとか、あと、シワシワになってるところとか、あとこの黒いっぽいね、茶色と黒のやつなんかも別個の製品でよく見られます。この飴色もそうですね。で、かなり傷とか汚れもあるんですけれども、このなんか繊維の感じ、繊維っていうか、この傷ですね、の感じも多分別個製品なんじゃないかなと思われます。薄く貼り合わせるんじゃなくて、こうギュッとしたような感じですね、模様がまっすぐで、そういった加工品なんですけれども、ちょっと古いもので、いいやつだったとは思うんですけれども、この辺ちょっと壊れちゃってますというお品物でした。では次行ってみましょう。次。ちょっとね、こう玉のやつが多いんで、玉のやつを一気にですね、見ていっちゃおうと思います。まずこれと、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 それからどうしようかな、これと、これもそうですね。でも見た感じね、こちらと、こちらは天然っぽいです。なんとなく石が天然石っぽいんですけども、この辺はなんか人工っぽいんですよね。はい、見てください。この辺は人工の、素材なのかなと思われるものが、ついて、でもこれ貝ですね。真ん中に貝があって、はい、正確にはわからないんですけども、こちらですね。こちら。これはなんとなく貝とかをこうつけたやつっぽいんですが、その他の石は全部ね、人工的な素材っぽいです。この辺も。はい。そういった玉のブレスレットでした。いっぱいありました。では次行ってみます。次はね、これはなんか天然石っぽい。あと、これもね、なんか天然由来の謎素材がついてますね。これね、これもよくわかんない。あと、これも天然素材っぽいですね。これも間に入ってるやつがちょっとよくわかんないやつ。はい、ではこの辺ちょっとざっくり見ていきましょう。まずはこちら。じゃーん、こんな感じの透明な玉の中にですね、このクラックの入り方はなんとなくね、人工的な素材に見えるんですけれども、この次ですね、これは木だと思います。ウッドの木ね。木の玉がついてて、で、この辺からちょっとね、天然っぽい感じの、ここですね。これ、アメジストの玉じゃないかなと、思われます。綺麗ですね。違うのかなちょっとわかんないんですけれども、そんな感じの、いろいろ混ざった、このクラックは、これ真ん中のクラックっていうやつなんですけれども、クラック水晶とか、あとガラスにわざとクラック入れたりとかもするんですけど、これはちょっと人工っぽいです。なので、この辺、ちょっとよくわかんないやつですね。そうして、こちら。こっちは天然石っぽいやつですね。はい、こんな模様がちゃんと、中にね、内包物もあるし、この、他のね、中に、みんな全部にね、何かしらの、内包物が見られます。なので、こっちは天然石っぽいですね。で、これもね、何かはわかんないんですけれども、植物なのか、動物の骨みたいなやつなのか、ちょっとわかんないんですけど、これも天然由来っぽいです。
この変なつぶつぶがついたやつですね。数珠とかでよく見るやつだと思うんですけどね。これも何かわかんないけど天然由来。で、あとこちら。こちらも、透明なやつがクォーツなのか何なのかわかんないんですけど、間についてる玉がなんとなくね、みんな違うんで、天然由来っぽいやつ。で、ただ止めるのがこの変なパチンとするやつなんで、違う感じなんですが、ちょっとわかんないですね。この透明のやつ。で、この2つはそういったお品物で、こっちはなんか天然っぽいやつがついてました。で、あとこの黒い玉。黒い玉は何でしょうか。はい。よくわかりませんでした。多分ね、黒いキラキラ石とかを、カットしないで玉にしたやつっぽいんですけど、よくわかんないやつです。で、次行ってみましょう。次。じゃーん。これどうでしょうか。これもね、別個製品っぽいですね。ほら。こんな綺麗です。じゃーん。こちら。じゃーん。これ表はこっちね。裏がレリーフになってるんで、そういったお品物です。はい。素材を示す刻印はありません。ですが、ついてるものがおそらくですね、別個みたいな製品なんじゃないかなと思います。はい、こちらどうぞ。はい、独特な、この黄色いね、色をしています。で、ひっくり返すと反対側がこんな風になっています。これ、多分別個なんじゃないかなと思われます。この模様が綺麗ですね。はい、そんな感じのブローチでした。では次行ってみます。次。おー、これ金色。見てください。また金の玉がついてます。なんでしょう、これ。色も結構いいですね。でも残念でした。GP って書いてありますね。K18。GP って刻印がついてます。見てください。こちらです。残念でした。はい、ちょっとね、緑青と呼ばれる緑色のも少し出ちゃってますね。残念です。このね、金色はかなりいい色ですね。特にこの丸いね、パーツのところがさっきの金のこの玉に似てたんで、これまた金出たのかなと思ったんですけど、これはメッキ製品。はい、では次行ってみましょう。次どうしようかな。じゃあこちら。はい、これ貝ですね。貝のブローチです。素材を示す刻印のようなものはありません。貝を貼り付けたブローチです。はい、では次行ってみましょう。次はじゃあこれ行ってみようか。このペンダントトップですね。こちらも素材を示すような刻印はありませんが、石は天然石っぽいです。はい、こんな感じの綺麗な紫です。アメジストの、なんか模様というか、ボガーンでもないですね。こういうやっぱり内包物に特徴のあるアメジストの石なんじゃないかなと思われる、そんな、はい、ペンダントトップでした。次行ってみましょう。次、どうしようかな。じゃあこれも謎のキラキラ石ブレスレットですね。はい、素材を示す刻印はありませんでした。で、綺麗にカットされた黒いね、なんかよくわかんないまた、石がいっぱいついてます。で、これもそうですね。これもすごいキラキラ。キラ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 。キラキラキラ。これもちょっと、でもなんとなくこっちの方がなんかカットがいいのかな。よくわかんないんですけども、汚れもかなりすごいし、ちょっとわかんないですけども、キラキラして綺麗なやつです。はい、こちらです。で、もう一個の方が、こんな感じなんですね。かなり独特な、でも一個ずつね、カット全部違うっぽいですね。これも、なんか石の、なんだろうな、欠けてるところとかなんか、天然石っぽいですね、これ。何なんでしょうか。これもわかんないです。はい、こんな感じでかなり独特な、ね、欠けちゃったのか何なのか、天然由来なのかわかんないですけれども、黒い石ですね。これ何なんですかね。わかんないです。はい。こっちのと比べてだいぶね、くたびれてる感じがするんですけど、こっちの方がなんか天然石っぽい
印象があるんですけれども、やっぱりわかんないですね。もしかしたらブラックスピネルとかそんなんなのかもしれない。わかんないです。はい、では次行ってみましょう。次、残りね、もうあとちょっとこれだけ、少なくなってまいりました。ではこちら、指輪1個ずつ見ていきましょう。黄色いね、石がついた指輪です。素材を示す刻印は、時々見かけるね、こちらですね。はい。これね、黄色い、どうですかね、人工的なものなのか、何なのかわかんないんですけども、シトリンっぽい、黄色っぽい石がついた指輪なんですが、この、刻印ですね。そんなにね、よく出るやつではないんですけども、時々見かける、ここです。はい、ERP って書いてあります。P はどうしてもね、プライテッドから来てるんで、メッキなんですけど、この E と R はちょっとよくわかんないです。で、考えられるのは E は、エレクトロニクスの、略なのかなと思います。なぜかっていうと、電気のメッキ。メッキって大体電気使うと思うんですけども、電気鍍金とか電気メッキって言い方が昔結構普通にあったと思うんで、その辺を表現するために E がついてるのかなと、思われます。わかんないですけど。で、そういう、指輪ですね。メッキ製品の、やべ、抜けなくなっちゃう。大丈夫か。そんな感じの指輪でした。では次行ってみましょう。次どうしようかな。これもなんか良さそうです。じゃあ、紫色の石がついてます。パッと見ちょっと内包物はわかんないです。で、刻印が、なんか、これは、ちょっとよくわかんないことになってます。石はこんな感じです。で、脇石もついてます。なんかよくわかんない石がついてて、で、刻印がね、なんか、溝みたいにボコってなっちゃってるんですね。なので、何なのかわかんないです。こんな感じの、指輪ですね。はい、素材不明の指輪でした。では、次、一体何が出てくるんでしょうか。はい。ではですね、次行ってみましょう。次は、どうしましょう。じゃあ、こちら行ってみましょう。この、黄色のね、金具のついた指輪です。指輪じゃない、ペンダントトップです。はい。残念ながら素材を示す刻印はありませんでした。金色なんですけれども、多分ね、メッキ製品だと思われますが、ちょっとだけ、端っこね、いい色なんで見てみます。軽く、ほんとちょびっと。はい、ちょびっとだけ削ってみました。はい。黄色い色してたんですけれども、多分ね、メッキ製品だと思われます。で、この石が、こんな感じの、なんていうんですかね、半透明の、白っぽいカットされた石がついています。ローズクォーツとかそんな感じのやつなんですかね。ちょっとわかんないんですけども、そういうペンダントトップでした。では、次行ってみます。次残りね、もうあとちょっとなんですが、じゃあこっち。じゃーん。じゃーん。これは多分、トラメ石の指輪だと思われます。残念ながら刻印は G シルバーでした。こんな感じの、トラメ石の、キャッツアイ効果が確認できる指輪です。刻印はこんな感じで、G シルバーとなっております。で、少しもう緑、6章ですね。緑色が出てしまっているので、メッキがそういう状態だということでした。はい。では、次行ってみます。次はこちらじゃーん。はい、これちょっと取り巻きが多くて、デザインがある指輪です。刻印の方はですね、残念ながら刻印のようなものはありません。で、この指輪の、この外側ですね、これをギュッとやると、ちょっとサイズを調整できるような、そんな構造です。ここをね、ギュッとやると締まっていく感じ。若干もう曲がっちゃってるんですけれども、そういうお品物で素材を示す刻印がないんで、これが何なのかはわかりません。ただ、ついている石ですね。
この石の、特に脇石のカットを見ると、ガラス玉みたいな感じなので、おそらくですね、メッキ製品なのかなと思われます。ちょっと古そうなんですが、そういうデザインの、指輪でした。じゃーん。では次行ってみます。次。こちら。でっかい石がついてます。あと脇石みたいなのも、あれで、なんか不思議な構造をしてます。それから、刻印はね、925の刻印があります。金色なんですけどね、あります。見てください。こちら。こんな感じのね、結構、汚れてるからちょっとわかりづらいんですけれども、このキラキラですね、光の加減でも、ファセットのカットのエッジがすごいね、綺麗な石がついています。で、独特な設計なんですけれども、その前に刻印見てみましょう。刻印がこちらですね。925の刻印がついてます。で、表面のこの金色のなんていうんですかね、よれた感じ。なんか斑点とか黒っぽくなってしまっているところを見る限り、メッキ製品なのかなと思います。銀にメッキをしたものという意味で925が打たれてるのかなと思います。で、謎のこの設定というか構造ですね。これが独特で、見た感じ、脇石と呼ばれる小さな石がですね、たくさんついてるように見えるんですけれども、これ、拡大してみますと、ずっとね、石が別についてるわけじゃないんですよね。そういう型でキャストしたものと思われます。つまり、もともとは石が止められていた、原型と呼ばれる元になった指輪を、無理やり型取って、石ごと取っちゃったみたいな感じですね。で、なぜか不思議なのは、ここに1個だけ、ちょっとわかりづらいんであれなんですけれども、ここですね、この、これと、それから他のやつ、石は全部ね、石が止めてあるように見せかけて、実際は石が入っていない状態です。そういう型に流した感じで。だけれども、なぜかですね、ここに1個だけ本当に石が入ってるんですよね。ここです、これ。ここ。これはちゃんと物理的に何かしらの石が爪で止まっています。これが何なのかさっぱりわからないという、そんな不思議な構造です。反対側も同じようにですね、この偽物、ここちょっと溶けちゃってますね。形がうまく取れてない証拠です。これ型失敗したんでしょうね。石じゃなくて溶けたようになってます。ここはうまく取れてますね。爪っぽくなってる。で、なぜかこれもここに1個だけちゃんと石がついてるんですよね。そういう不思議な作りをしています。はい、わざわざ下穴まで、開いてるんですけれども、他ダミーということですね。1個だけしか石穴開いてません。そういう不思議なものなんですが、気になるのはこのキラキラ感ですね。こうやってやるとすごい綺麗です。ファセットのエッジが鋭くて、何かしらの高度の高いね、石が使われてるんではないかと思われるんですが、ちょっとダイヤモンドのテスターで検査をしてみようかなと思います。はい、簡易テスターで検査をしますので、確定するわけではないんですけれども、これで簡単にこんな感じでね、ピッと当ててチェックします。なんかね、中途半端に反応はしてます。こんな感じで。なので、熱伝導率がそこそこ高めの石なのかなと思います。でもカラット数が大きいですからね。ダイヤモンドの簡易テスターは石の大きさによって、ゲージの調節をしなければいけません。0.6 カラット以上のもので、なおかつ気温が10度から30度ぐらいの時は、こちらの目安の表によると、ゲージをずっと下に下げてくださいとなってますので、もう一度これでやりました。でも一応反応はしてます。ただ、反応がやっぱゆっくりなんですよね。これ
が何なのかちょっともうわかんないんですけれども、次このちっちゃい石いってみます。このわけわかんないちっちゃい変なところについてる石ですね。あ、これは結構ストレートに反応してますね。はい。なので、ちょっと念のためもう一つ今度モアサナイトという合成石のテスターを使ってみます。はい、反応ありませんでした。でこのちっこい石はどうでしょうか。ちっこい石も反応ありません。で次にですね、この、傾向性の、テストをしてみます。傾向性反応があるかどうかのチェックです。ちょっと見づらいんですけれども、このちっこい石の方は青白くなってます。わずかになんで、ライトブルーみたいな感じです。反対側の方のちっちゃい石はね、ほとんど反応してないように見えますが、一つね、これ白っぽくなってるのがあります。で、あとこの、大きい方ですね、メインの石がものすごい反応してます。真っ赤になっちゃいますね。これ何なんですかね。はい、こちらね、傾向性反応、ものすごい強いんですよ。ストロングレッド。真っ赤になっちゃいます。真っ赤っていうか、すごい強い赤い反応が出ます。これが一体何なのか、ちょっとわかんないんですけれども、何かしらの合成石なのかなと思われます。はい。内包物もほとんどというか、私が10倍拡大で見た感じでは、中にね、なんか、内包物っていうのは見られませんでした。ちょっとよくわかんないんですけども、まあ独特なものだと思います。なので、これ、ちょっと調べてみて、後日わかればまた動画で説明したいと思っています。はい、こちら925の刻印あったんで、こちらね、入れておきます。はい、で、残りこちらになりました。この変なね、緑色のなんか、なんとも言えない、パワーストーンみたいなブレスレットです。ちっちゃい玉なんですけど、こんな緑がついています。で拡大してみるとこんな感じで、まあ、なんとも言えない、どうですかね、これ、変なね、模様がいっぱいついてます。なので、まあ、自然、天然由来のものなのかなと思うんですが、まあ、緑色というのがちょっと気になるところです。で、合間に黒いね、なんか点みたいなのあったりとか、まあ、独特な作りをしているのと、あと小さい玉というのが少し気になります。で、熱の伝わり方、こちらのテストを一応当ててみるとどうなるかやってみますね。特に反応はないようです。はい、そんな感じの、謎の緑色のパワーストーンみたいな、こういうブレスレットでした。今日こんなね、いっぱい、ジャラジャラの状態です。はい。では以上となりました。発掘の方はこれで終了です。はい。で、ですね、取れたものですね。取れたものが、じゃーん、こちらです。はい、こんな感じの、今日はね、いろんなキラキラなものが取れました。それから、これはどうやら金のようです。そしてこちら、これはなんかシルバー、銀が取れそうなものです。はい。ではですね、金、銀と思われるものが取れたということで、まあ、いつも通りね、チャンネル独自の査定結果を出していこうと思います。はい。じゃあまずはね、どうしようかな。査定を出すにあたって、まあ、ちょっとね、今回こちら。はい、この玉がついたやつは、これもう、本当はここ切って、この金と思われるパーツだけを取り出して重さを測る必要があるんですけれども、これなんかよくできてるネックレスで、またこの重さですね、ここから取れるのは本当に微々たるものだと思います。なので、まあ、ちょっと乱暴なんですけれども、まあ、取らずにね、わずか 1g ぐらいで、これは見ておこうと思います。まあ、切っちゃったらね、もう使えなくなっちゃうんで、これはこのままにしておこうと。一つの判断ですね。で、問題はこちらです。この指輪、この石が結構大きいので、取ってから重さを測った方がいいと思います。はい。こんな感じで爪4本で止まってるので、ちょっとね、こんな感じで掴んで、起こしていきます。そーっと、
石が割れないように外側に外側に広げていく感じです。でこの反対側もこうやってギューッとやっていくとだいぶ緩むはずなんですね。あ、取れましたね。はい、取れました。こちらですね。こんな感じで、ほら、結構キラキラしてますよね。この謎の石を取ることができました。で、こちらが、銀が取れる可能性があるものということで、重さを測っていきます。はい。銀と思われる925刻印の指輪ですね。こちら1個、置きます。重さが 6.38g です。6.38g に先ほどのこちらのこのちっちゃいパーツですね。これ、普通の引き輪と違って、延長してもう1個パーツがついてます。これも銀と思われますので、普通の引き輪よりはちょっと重いということで、ざっくり 1g 出します。で、合計が 7.38g になりました。これに銀の925の大体の相場ですね。300、およそ30円をかけます。はい、合計で2435円です。次、この金色のパーツですね。金と思われるパーツの重さを測ります。はい、0.07g です。すごい軽いですね。0.07g。ちょびっとなんですけれども、この 0.07g にですね、今、18金のスクラップ。これおそらく18金じゃないかなと、私削ってみた感じと、あと過去の経験ですね、この変な玉のやつ18金だったことがあったので、それで概算なんですけれども、18金1万、1g あたり1万、そうですね、8100円ぐらい。18,100円かけることの、18,100円かけることの 0.07g は1267円です。こんなね、すごいちっちゃいね、かけら 0.07g で、1267円という、結構いい金額になりました。はい。ということで、査定チャンネル独自の査定の方はこれで終了いたします。はい。今後もですね、こんな感じの動画を、作っていきます。また、もしよかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンの方をお願いいたします。ヤフオクの出品をやっています。あと、チャンネルのホームページで、オリジナルのね、ブラウザゲームの方を、作っています。では、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。